日本で初めての超高合金の包丁なんで、奇跡はよっしゃーみたいなですか。はい。あ、突き進んでいく、待ってって追っかけてるみたいな。自分が頑張る。仕事が楽しくてしょうがない仲間のおかげです。うん、ありがとう。はい、いらっしゃいませ。あ、おはようございます。こんにちは。今日はどうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。は本当にお願いします。どうぞよろしくお願いします。お忙しいですか。はい。めちゃくちゃ忙しいですけど、楽しいです。大丈夫です。顔にもう現れてますもん。楽しさが。あ、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。技術の小池です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。おのおの普段なんかどういった担当されているんですか。奇跡に関しては本当にエンジニアで、彼女は奇跡の広報をやってるので、一緒にお仕事をされていてなんかどういった印象をお持ちですか。かなり、ぶっ飛んだ人なんでいい意味でぶっ飛んでるってないですね。大変です。褒めてないよ。そもそもこの、工場自体なんかどういったものを作られている。そうですね、一番多いのは工業用の刃物を、作ってますし、種類ですか、はい、もう種類は全部でも9万種類近くあって、工業製品作るための、はい、この機械の数って今この工場全体で何個ぐらいあるんですか。全部で160台ですね。今回撮影する、はい、ちょっと商品を見せていただいてもよろしいですか。はい、日本で初めて作られた超高合金っていう素材を使った包丁、奇跡と言います。はい、どうぞ。なんかどうしてこういったなんかそのレインボーな配色になるんですか。ですね、超高合金という素材にダイヤモンド通して研ぐとこういう輝きになるんですね。これは本当に超高合金の特徴です。はい。他に何か特徴といったことはありますか。そうですね、超高合金っていうのは本当にお札を切ったりするようなところに使われるような合金なんですけど、もう圧倒的な切れ味がまずあるっていうのと、その切れ味がさらに持続するっていう、そういう特徴があるのが超高合金です。はい。絡まってるんです。そうかもしれない。絡まってるって言わないよね。そういう人で、そういう人間です。はい。超高合金の素材っていうのはまさにこれがまさに塊になってますね。どういうところで使われてるかって言いますと、例えばお札ですね、紙幣を切る刃物に使われたりとかで、あれは本当に国立印刷局っていうところに我々が刃物を収めて、で超高合金っていうものでやってます。これすみません、この紙幣ってなんでこれじゃなきゃダメなんですか。そうですね、まずですね、正確にお札をまっすぐ切らなくちゃいけないということで、超高合金が採用されてますし、ずっと切り続けるので、その切れ味が良いだけじゃなくて、それが持続するというか、ずっと続くようにしなくちゃいけないので、寿命が長いですね。あと切れ味がいいっていうの、この2つが、超高合金の特徴になりますね。すごくポテンシャルが高い材質になりますね。いっぺん持ってみます。はい。重いですね。そうなんですよ。これ比重が普通の鉄の2倍あるんで、非常に重いですね。その金ですね。金の延べ棒と一緒です。金の比重と大体たった横幅30センチのものが10キロありますね。10キロ。お前簡単に持って簡単に持ってそんな軽々しくで重たいのに簡単に持ってステンレスで、これ鉄で、これは超高合金なんですよね。こうやって結構曲がるんですよ。で鉄も同じように結構元気に曲がるんですけど、超高合金ってすごく合成が高いんで、これ超高合金ですけど、もう全然やっても本当に曲がらないんですよ。これが超高合金がすごく切れ味が良くて本当に美味しくなる包丁っていう秘密ですね。まっすぐ入るっていうことですね。これが硬すぎると刃が欠けるっていう可能性もありますんで、やっぱり2年ぐらいかけて本当にこの包丁に合った超高合金の素材の開発も本当に蒲郡にあるここが本当にいろいろ開発してもらって、で我々と一緒に開発してきたので、それにだいぶ時間かかったと思いますね。はい。日本の中で、誰もこの包丁にすることはできなかったんですけど、本当に
まあ、我々エンジニア面白いんでやってみて、いやできたんで、そういう包丁ですね、奇跡は。ワイヤーカット放電加工機っていうんですけど、すぐできると思ったんですけど、実際には2年ぐらいかかりました。1500万ぐらいです。ワイヤーになったのはこれですね、まさに。はい、0.25 ミリの真鍮ですね。これなんか0.25ミリじゃないといけないですか、理由ってあるんですか？ちょうど今我々が物を作る、特に奇跡をやるにあたって、これ切れちゃうと困るので、切れない程度に精度よくやるために今はこの奇跡に関しては 0.25 ミリを使ってますね。こう真鍮があって、これが本当にこの製品のところに、糸のこみたいにこう来るんですね。そこに電気を発すると、大体7000度から8000度ぐらいですね。太陽の表面温度ぐらいに本当に一部だけがそういう熱になって、で超合金を溶かしながら本当に1分間あたりにもう 0.5 ミリとか、本当すごい、本当ゆっくりくる1000分の1ミリの精度で加工できるんですね。1000分の1ミリってどのぐらいかっていうと、大体髪の毛が1000分の10、10ミクロンぐらいなので、そのまたさらに10分の1ぐらいの精度で正確に物を切るんですね。本当にこういう板がですね、40枚重ねてさっきのワイヤーカットで電気を発しながらやると、最終的にこれ抜け殻の方ですけど、大体これ40枚重ねて全部で10時間かけてやってます。でここがやっぱり奇跡で一番重要なところで、ここでしっかり、精度出しておくと、最終的に100本作って100本同じ高品質なものを作り出すために、ここ結構一番重要なところなんです。ちょうど奇跡のこれから、刀身を形を作ってくる、そういうところですね。ほんなら動かそうか。一旦じゃあどういうふうに動くかだけ見せましょう。一旦このワイヤー線がこのように回っていって走っていって加工するんですけど、加工する際はこのようにこれちょうど水が溜まるので、水を溜めてないとこのワイヤー線に電気を通して放電させるんですけど、その放電が安定しないんですね。で水の中ですることによって放電が安定して精度が出るよっていう工程ですね。加工速度が1分間あたり何ミリか出ますけど、今ちょうど1分間でたったの 0.5 ミリしか進まないっていうのが分かる。それから座標でこうやって少しずつ動いてくるんで、ちょうど1000分の1ミリ 0.0 この3桁目ぐらいの精度で加工してるっていうのが分かると思います。でこの包丁の形をこれからこうやって切ってるんですけど、こうやってそれが今まだここに今いるっていうことで、まだ始まって間もないので全然進んでなくて、これを11時間かけて40枚を一度に切っていくような、そういう感じになります。我々は、130年近くずっと工業で、我々エンジニアが作り上げて機械を設定して1000分の1ミリの精度で、本当にいい不思議なものを作りたいっていう一心で、こういう機械を使って、最終的には誰もが作れる包丁、そういうのを目指してます。刃付けの工程、専用機械をちょっとお見せしたいです。はい。さっき第一工場ですね。これすごい歴史感じますね。これが本当歴史、私が全然入社する前からありますね。福田刃物さんって、この工場って何個あるんですか？全部で5つですね。はい。福田さんが、作った工場。私はここにある第3工場と第4工場。第3どちらですか？第3がここの工場ですね。この福田って書いてある緑の。そうですね。大体40台近く入ってると思いますね。はい。大体初期投資は。これは2億ちょっとぐらいですね。この真向かいにある、この工場は第4工場になりますね。3億5000万ぐらいですね。これが第5ですね。第5工場。こっちも合わせると8億5000万ぐらいですね。はい。じゃあもうトータルいくら？でも20億は超えてますね。はい。正直言うとうまくいかないことっていうかことが多いんで、それまでに
いろいろ工夫してでダメでまたやってダメでで最終的にこうなんかうまくいった時はむちゃくちゃ嬉しいしお客さんにこれすごいねって言われるとやったーってなるんですごく嬉しいです、はい、楽しい仕事ですね。第5工場って言うんですけど基本的には全て仕上げの研磨ですね。本当に最後の寸法を入れたりとかそれから見た目をきれいにするで研磨して仕上げていくようなこの工程ですね。ここだけで全部で、30台くらいの機械があるんでその一部である奇跡の刃付けの工程に行きたいと思います。金沢さんっていうさっきお話ししましたね。そうですよね。奇跡って本当1年待ち状態ですけど一番大事なこの刃付け工程を、女性3人やってるんですけど、彼女が大体仕切って全部やってくれてる感じです。ワイヤーカットで切られてでまとまったものがこれ一塊できてるんですけど切ったまんまなので表面の汚れとかこの側面とかもまだ何も加工してない状態できてますね。どうして側面が黄色くなってるのかというとワイヤー自体に電流が流れていて熱で溶かしながら切っているわけなんですね。その熱で溶かす時にここの表面が切られてるここの表面自体がやはり熱で変色しちゃったんですね。なのでこのように黄色くなってます。ただこの変色自体もこちらの機械できれいに研磨されていたりとかきれいにならされていくのでこの汚れとか黄色い変色も落ちていきます。さっきワイヤーカットから来たのがこの素材になりますね。この状態になりますのでまだ刃がついてない状態ですね。これが本当に奇跡の超高合金の専用刃付け機械になりますね。で我々エンジニアがいろいろこう改造したりして奇跡専用の刃付けの機械になってます。ワンセットで大体そうですね2500万ぐらいはしますので、実際にこう包丁としてものになるには2年以上かかりました。でちょうど今加工が終わったところなんです。もともと加工前がこういう板材の状態で来るんです。機械が左右一つずつあって片面ずつ研磨していくのでまずこれ片面が終わった状態のものですね、これをこう裏返して右側の機械にでも片面も研磨する。一番上の、1ミリ幅ぐらいの後々刃になる部分とあとその下のこの5ミリ幅ぐらいの部分とあとこの一番広い面でそれぞれ角度が違うので3段こう違う角度ついてそれぞれ違うプログラムで一気に通してでこの片面を完成させます。片面でこっちが15分ぐらいですね。今の吸盤がついててでここから空気をガーッと吸引して真空状態にしてここに1決め用のガイドピンがついてるのでその内側にはめ込む。このクランプのボタンを押すと今シューって音が聞こえると思うんですけどこれで吸引が始まってるので結構他の製品とかだとマグネットのテーブルで固定して加工するのあるんですけどこの超高合金は磁性がないのでそもそもくっつけられないんですね。磁石でチューブから空気を吸い上げてでちょうどこの中のところに排出口があるんですけどここから吸引が始まって加工中も吸引し続けてくっついたままになるんです。これは、この箱の中に砥石が今回ってるんですけどそれのモーターですね。これはですねダイヤモンド砥石といいましてここに人工ダイヤがあります。このキラキラしたやつがそうですね見えますかね。これが人工ダイヤがこう砥石に装着してましてこれで、超高合金の包丁の奇跡の刃付けを行ってます。これなんかダイヤじゃなきゃいけないっていう理由って何かある？そうですね超高合金って非常に硬いもんですからでこれを
超合金を削ぐには、ダイヤモンド砥石が一番適してます。はい、このダイヤモンド砥石の開発ももう1年以上かけて、これは砥石屋さんといろんな配合をお願いして、でどうやったらこううまく研げたりとか、それから表面がキラキラなるような、そういうのでこのダイヤモンド砥石一番適しているということになりますね。XZAC っていうのがそれぞれ、4つ軸があって、 X がこのジグのこの左右の動きで、 Z がこの砥石の前後の動きで、 A がこの角度の傾きの軸で、 C がこういうふうにも動くので、これが C の軸なんですけど、その軸の設定を、角度だったりとか何度で削りますよっていうのを設定したり、セットした後にこの隙間ゲージっていう、これが 0.1 ミリの厚みのシートなんですけど、その製品とピンの間に隙間があると位置がずれてるっていうことなんですよ。なので隙間がないかどうかっていうのを、このシートを入れてチェックするんです。これがこうスーッと通っちゃうと、ちょっと製品がジグからピンから浮いてるっていうことになっちゃうので、また付け直さないといけない。でこう今緑の線がこう進んでると思うんですけど、根元からこう研磨されていくので。ランニングタイムっていうところが、今かかってる時間なので、ここが、15分ちょっとぐらいになったら止まります。圭介さんはめっちゃ元気だなって思います。そんなに若手じゃなくてもこう経験積んだ中でもまだ新しいことをこうやっていきたいっていう、なんかパッションみたいなのがあるのかなっていうのはすごい感じます。次の工程はですね、実際にはこの部分になるんですけど、ハンドルの木絵の部分の加工、5軸マシニングセンターというもので加工するところに行きたいと思います。だんだん顔の表情の硬さが溶けてきた。溶けてきた。最初硬かったですね、多分ね。最初からお二方はなんか落ち着いてんだよね、みんな。いや上司が気持ちよくいじられてるのを見ると自分の緊張解けてきます。おい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 。ね小池さん。じゃあこっちです。はい。こっちになりますね。はい。このハンドルの部分の木絵の加工を5軸マシニングセンターって言って、結構こう、5つの軸を動かせる、そういうマシニングで加工していくという工程になります。でしかもこれロボットで動いてますんで、24時間回す、そうなってますね。はい。こういう木ですね。ロボットによって運ばれて、で開けてロボットが要するにクランプっていうか固定をして、その後はこの機械自身が動き始めて、切削工具みたいなもので加工していくような感じになりますね。はい。
山桜は本当に一番人気ですね。で水菜なんかはお酒とかのウイスキーとかの樽にも使われるんで結構男性好まれたんです。でブナはこう家庭の例えば白いキッチンとかだったらこういう白いブナが似合うかなってことで女性が割と人気ある感じですね。はい、ハンドルになる部分っていうのは岐阜県産の天然木を使ってます。やっぱり林業の方が山をメンテナンスをしてくれるんですよね。植林をしてくれたりとか、そうすると山が守られて災害が少なくなったり山が豊かになると、きれいな水が川に流れ込みますので、林業の方が生計っていうか生活できないと林業の方辞めちゃいますっていうことで、できればこの岐阜県産日本産の木を使って林業の方が生計して生きていけるようにするというのが我々木杉にとって重要な役割だと思ってますね。はい、これから精密に検査する場所に行きたいと思います。はい、お二人なんかどういった関係性ですか？ 24年前に入社して、知ってましたけど、その6年後か7年後かに私の部署技術部があるんですけどに来てからだよね。そうですね。はい。もうだから20年近い。20年近い。 20年近い。長いっす。長いです。普通に考えたら彼と友達になるっていうのはありえんと思うんですけど、大好きですよ。それは。そうですね。しょうがないですね。好きにならざるを得ないっていうか、ね。嫁より一緒に長い時間いるんで。そうですね。なんかこんだけ長くやってるの、僕のよく弱いところとかそういうところも全部知ってるんで、そこをさらけ出せるのは本当楽だし、いい仕事に多分つながってるのかなと思いますね。圭介さんの部下としてなった時、部下になった時に自分がこの人を助けてあげないとっていうのは思いましたね。本当に、一番頑張ってて自分が本当に楽にさせてあげなかったっていうのは、それが自分の、仕事というかっていうのは思ってましたね。はい。目的は一緒なんで、会社を良くしたい、成長させたいし、で社員がこう喜んでもらいたいなと思ってるんで一生懸命やるんで、それにおいて一生懸命やってる本当に一番理解者だと思うんですね。VR っていう検査機になって光を当てて非接触でこのものを測定することができるっていう機械。実際の測定はこちらの 3D 画像の方、こちらで確認します。コンマ123、すごい細かいですね。そうですね。はい。100分の1まで測定できるので、そうですね。これが高さを表しているので、下から階層としてだんだん高くなっていって、マスターのデータがあって、この作られた包丁っていうのが、合致してるよっていうことをその差を確認して、そこから、外れてたら、それなぜ外れたのかとかっていうことを確認しながら進めていくっていう形ですね。どうしても刃先にダメージがあったりだとかっていうことがあるんで、非接触で測れるっていうのが、一つの強みですね。3次元的に測れるので、凹凸であったりだとか傷だとかっていうものも測ることができます。温度計があるんですけど、今だいたい23もしくは24度にずっとこう一年中同じ温度にしてます。それはもう夜中だろうがこの温度に設定してるっていう。金属ってこう温度によって伸び縮みがありますので、正確に測定したいっていうのがあります。でわずかこの温度の差なんていうのは、1000分の1ミリとかもしくは100分の1ミリの程度の世界なんですけど、そのぐらい、精密な製品を作ったりとか測定をしているので、やはりこの部屋の温度は常に23度24度という温度を保っています。一年中同じ温度で保ってて、で製品が入ったらその温度下の中で測定すると。奇跡のマーキングやりますので、はい。
マーキングの焦点を合わせてるっていう感じですね。すいません、お願いします。じゃあ花さんのところに行きますので。古民家の感じがいいですよね。いいですよね。いつも打ち合わせするためになんか心が現れて帰ってくるからはい、本当にいい人ばかりに。いらっしゃいませ。こんにちは、どうもよろしくお願いします。どうもはいお待ちしておりました。ありがとうございますはい、どうぞこちらでございます。はい、どうぞ。結構お久しぶりなんですか？いえ、そんなもんないですよ。結構でもね頻繁に来てますね。はいい、つもはい。どうぞこちらご用意してきました。はい。ああ、めちゃくちゃ腹減ってます。本当に。最初はね、お客様っていうか家族で来てくださっとって奇跡の包丁というものを作るっていうことに関してモニタリングをやってもらえないかと。ちょうどね、その料理を作ってるうちの娘が4人が包丁を探してたんですよ。包丁のいい包丁が欲しいっていうことでずーっと探してた。あともう一つはその首が腱鞘炎になっちゃうんで野菜を切りすぎてでなんか持った時に軽くってすごく切れ味がいい包丁をっていうことで何本も買ってそれでも合わないって言って整形外科に通って注射を打ってもらって料理を作ってるっていう状態だったんです。ひょっとして合うかもわからんのでやってみたらっていう話をしてやらさせていただいた。長女です。はい。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これは何で使う用の玉ねぎですか？ハンバーグです。わかりますか？力入れないっていいんで。みじん切りした後の玉ねぎがちゃんと四角になっているというのがすごく気に入っています。角が尖ってそう形が崩れていない。そうなんですよ。目痛くないじゃないですか。いや、それ感じたんですよ。ですよね。玉ねぎ切っても目は痛くなりません。これ力入れずに吸って。柔らかく火の通したものもスッと切れるっていうのが気に入ってます。なんかお願いします。はい。あとも。この上の数を数えてもらうと今日は30種類ぐらいのお野菜召し上がる。はい。ハンバーグの中には小麦粉と卵は使ってなくて野菜でつないであるんで。はいどうぞ。いただきます。はいどうぞ。はい、い
カツオの料理についてくるサラダでございます。どうぞ。このわさびがもきゅうりも、それからこのカブララディッシュも今朝取りたてです。それに増して奇跡の包丁で切るんで、また旨味がギュッと凝縮されて。うまみがギュッて凝縮される理由って何ですか？断面図がものすごく違うんですよね。普通の包丁で切った包丁と、それから奇跡の包丁で切る包丁とは全然違って、切れ味が違うっていうことは、中身をギュッと凝縮してお水っていうか、すごい野菜の水分がぶわーっと湧き出てくるんです。はい。だから本当に旨味があって美味しいです。召し上がってください。嬉しいですね。改めてこいやもう本当にめちゃくちゃ嬉しい。野菜の大根とかそういうのも、娘と私は普通の包丁で切り、娘が奇跡の包丁で切った、その大根を炊いておでんにして食べた時に大根の味が全然違うと、2人とも目と目をこう違うよねと思うって。で奇跡の包丁で切ったのが生だけじゃなくって、炊いた煮物お野菜でも通用するんやねっていう話をしてた。ただ煮込んでもうまみが出ていかないんですよね。東京の三田にある大石ってところで、はい、本当に味覚センサーっていうか、科学的にうちの切った包丁が、その細胞を潰さなくて、で苦味成分が出てこずに、素材本来のこの旨味とか、それから甘みとか、苦味を抑えられるっていうのは分かったんですけど、これでもね、科学的だけだから、なんかこうしっくりこなかったんですけど、こう実際にこう料理人側が言われると、本当になんかこう、いや私たちも初めの半信半疑でやってみようかっていう、ただそんだけの気持ちやったんやけど、あまりにも違うんで、もう全然違うねって。だから生のお野菜が嫌いな子供が美味しいって食べてくれるようになったっていうのが事実。小学校6年生、今中学校入ったんだけど、その子が一切野菜食べなかったのに、うちの子の野菜食べてから、それで買われた包丁を買われて、もう毎日食べてますって。人参であろうと何であろうと生で食べてますって。奇跡を買ってくれた。そうだから子供さんが一番よくわかるんじゃないかな。子供さんと病気されてて体の調子が悪い人が一番よくわかると思う。とにかくうちの娘ね、ハンバーグの中に入ってるお野菜を全部手切りで切るんですよ。だから何千回と切る毎日使うんですよね、こうやってバンバンバン。でいつもここに検証に来て、首が回らんで医者行ってるやって医者行って注射打ってもらってっていう状況がずっと続いてたのに、今行かない。そのくらい軽い、楽なんだって。これやっぱり野菜とかって、この包丁だからここが違うっていうポイントってありますか？表面が水に濡らしたわけじゃないのにツヤツヤするのは、繊維を壊さずに切るので、中に水分を閉じ込めるのでみずみずしく切れます。舌触りもいいし、食べた時の味ももちろん違います。野菜の水分量とかも多分絶対違うと思います。これもお肉もやっぱ野菜と同じように繊維を壊さずに切るので、サクッと切って、わかりますか？確かに本当滑らかですね。そうですよ。表面がその包丁もそんなに動かさずに切れるんで、表面が綺麗だと水分も閉じ込めてくれて、そうですね。お肉の水分も閉じ込めてくれて、そしたらお肉がどうなるんですかね？よりジューシー、ヒレカツ揚げてもジューシーに上がると思います。余計な水分出てこないんで、衣もサクッと上がります。はい、どうも。和田さん、火ください。和田さん。ご飯にバウンドさせる。衣の音がここまで聞こえてきました。サクサクって。よかった。はい。本当に野菜の甘さとかが逃げずにちゃんとハンバーグの中に閉じ込められてて、
食べた時に本当野菜の美味しさっていうのがぶわっと広がるのが一番実感できるんじゃないかなっていうのが私の感想ですね。下手くそだなーってなんかもうだって美味しいしか感想が出てこない。なんで好きって言われても好きだから好きだから肉の表面がツヤツヤだけど、あれとかの水分が出てるうまいですこれを思い出した。これすごいすごい覚えてる。このノートはその包丁をお借りした時に気づいたことを書こうと思って作ったノートです。ちょこちょこっとこうアンケート書く程度のものを持ってって、はい、これに書くだけでよかったんですけど、まあ、これで終わらなかったなと思ったらこれじゃ足りねえっていうか書ききれない。そうですね。そうなんか適当。めっちゃうまかったっていいですよね。キャベツに千切り。嬉しいですね。いや嬉しいですね本当に。あとなんかハンバーグのさっきの玉ねぎのみじん切りのやつも言葉じゃ伝わらないなと思って写真に残したり。低温でじっくり炒めても粒がしっかりしている。懐かしいね。懐かしいですね。そうでここでさ角度変わったんですよね。2回目の包丁が来た時なんですよこれ。これすごく覚えてますね。角度を変えて持ってったんですね。これじゃないって。これじゃない。これは違うって言ったやつ。だって本当にすごい包丁来ちゃったんで、包丁に対して失礼に当たるじゃないですか。だって今までよく切れますよとかいろんな包丁それなりに使ってきたけど本当になかったんですよこれっていうのが。そしたらこれっていうの来ちゃったもんでこれは答えなきゃっていう、楽しかったんですよ。そして何よりも次何切ろうとかそれが本当にうちの娘にとっては奇跡であると。奇跡みたいな包丁やっていう話からね、そういう話どんどんそういったなんかストーリーがあってのこの包丁のブランド名が。そうですね。もうめちゃくちゃよく切れますって。で奇跡の包丁だねっていうのを言っていただいて、その時候補に奇跡っていう名前が、5個ぐらいのうちの1個に残ってたんですよね。それでもうやっぱりこれはもう奇跡って名前にしようっていうのが、これで決まったって感じですね。そうなんですね。最初だからどこにモニタリングするっていうのも、名古屋かなとか話ありましたけど、やっぱ圭介さんがもうこの野菜をすごい大切にしてることがあるから、もう花さんから見て。だから私福田浜さんの福田圭介さんのところで知らずに家族で娘さんが来てこちらのお部屋でございますとか姿勢ご案内したりとかしてハンバーグやととかっていう感じでほら男の人がハンバーグを食べるっていうのはなかなかないので、それからモニタリングって電話があってお会いしてからあの方なんですかみたいな、ここから始まったんですよ。これ美味しいわと思って、でサラダも美味しいし、だから逆なんだよ。ここにお願いするまではよう来とったんだよ。だけどこそっと来てたんですけど、逆に知っちゃったんで僕今ねむっちゃ来づらいんですよ。僕来ると変な感じになるじゃないですか。なんでプライベートで来たらこの野郎ってなるんで。言ってくださいよ。いやもうでも奇跡って包丁が形になった時の嬉しさっていうのはね、自分たちの方が嬉しかったのね。そう。福田浜野さん以上にうちの方が嬉しかったっていうか。泣いていいですか？お疲れ様です。昨日ごちそうさまでした。いえこちらこそ。ありがとうございます。今日奇跡ツアーっていうのがありますので、一般のお客さん側にいて、それで工場見学するっていう感じですね。はい。そうですね。あと10分ぐらいで結構来ると思います。汗が止まらないんですよ。やばいですね。緊張っていうよりも本当にお客さんが来るんでちゃんとしないといけないなっていう気持ちにはなりますね。はい。本当に喜んでもらえるかなっていうそういう気持ちで入るんで、だからちょっとこういろいろ考えるとぐるぐる汗が吹き出てくるんで。
私がツアーはつきっきりでご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。この刃だけを我々の刃が超合金がついてますんで、この部分ですね。完璧じゃないですか。両手でね。そうですね。はい、OK です。ありがとうございます。はい。これだけでも気持ちいいもんね。そうなんです。全然違いますから。下と違いますね。本当だ、少しはい、どうぞどうぞ。じゃあ進んでいきますね。大きい機械右にはいろんな線で並んでおります。まだ見つかますね。水槽の中に間がありまして、その間このパソコンの中にありがとうございます。おーいい反応ですね。2倍の非常順番に台の方を打っております。24時間回さんとプラス10キロなんで、大体これにして30万から40万を説明したいこと全部言わないでもらっていいですか？かかるね。それ先ほどいや今日なんか調子良くないな、自分のトークあんまなんか綺麗にいってないなって、もっといい表現あるなってめちゃめちゃ反省するんですけど、やりすぎてるから麻痺してくるんですよ。これ普通だよなみたいな、もっとうまくできるけどうまいのって何なんだろうみたいな。包丁の方で例えば 3D にもできるんですけど、 3D になると非常に薄いってこともあって、傾けてもすごい薄いんで、このなんていうんですか、見づらい、動いて測定してちょっと面白いみたいな、なんかそういうのを体験してほしいので、 3D 画像にするのはある程度厚みがある方が分かりやすいので、指とか小銭とかペンとかを、でも本当この3つめっちゃ飽きちゃったんで、なんか面白いの測定できないかなと、キーホルダーとかキャラクターもののなんかないかなってすごく考えます。ここからちょっと地声でいきますね。ありますか？あ、いいですか、お借りして。ありがとうございます。じゃあちょっと猫ちゃんお借りしますね。じゃあ顔がついてる方にします。今が、これちょっと回すとこうやって、そうなんです。傾けて測ることができます。もちろん目のへこんでる模様のところとかもしっかり取ることができます。はい、以上で工場見学自体は終わりなんですけど、いよいよお待ちかねの体験のコーナーに参ります。こっちでまず包丁の体験の方を皆さんにしていただこうかなと思っております。すごい。もう上下だけです。上下だけ。これもうスルスル滑る。包丁が自分で動くみたい。ちょっと滑らせる。それでいきますな。確かに待ち遠しいですね。人参とかも抜けちゃう。私がまるですごい達人みたいな。達人になりますよね。めっちゃ食べたい。トマトの皮ってめちゃくちゃ、そうですよ。すごい。ちょっと待って、こうやって来て。確かにこのぐちゅぐちゅが出ない。全然違う。トマトって一番ストレスなんですよ。トマトの皮むき。表面やっぱり違うんですか？信じられないです。私ここガタガタになるんですよ、家の包丁で。綺麗ですよね。それなんですよ。処理が木目自体にちゃんと重りを入れていって重心をハンドルの方に持ってるので、プレートだけ持つより断然軽く扱っていただけてるのがポイントになります。こういう感じなんですよ。こんな薄くスルッと。手切ったら。あ、本当上下だけ。ほんまやな。ほんま全然力が。こういう感じでこう自分でこう固めるんで、まあ慣れればできるんですけど、これがあると本当になんていうんですかね、何も考えなくていいっていうか、こう本当にここをよそ見してここにできるっていう状況なので、はい。やっぱあるだけで全然全然違うみたい。何にもないしでこう固定してやるのはそれなりに難しいですよね。はい、そうですね。はい、してもらって、あ、もういい音してます。
もちろん、はい、それでも大丈夫ですし、ちょっと45度ぐらいでもいいです。そのぐらいの方がいいですね。完璧です。ご経験あるんですか？ありますよね。ないですね。ないです。ないです。ないですよ。ないです。この包丁があったらお料理したくなっちゃうと思う。なんか切りたいと思っちゃうんじゃないかな。どちらからお越しなんですか？そうです。ほぼ地元。実際こうツアーを通してどうでしたか？やっぱりお料理作るのは切れ味が一番大切じゃないですか。あれ持ってるとどんどんお料理したくなる。何か切りたくなっちゃう。こう切れ味やっぱ違いました？全然違うよね。あの切れ味が絶対欲しい。やっぱこう包丁が勝手に動くというか勝手に走るみたいな、自分で切るっていう包丁が勝手に切るみたいな。実際にこうトマトとか。そうだからもう早く注文機をするつもりですから。一番白っぽいのは何だって？ブナです。ブナです。ブナにします。はい、ありがとうございます。注文書類。早速。はい。私やっぱり一番人参が感動するんで、切った時の断面ね、綺麗だよね。食感が変わるっていうのが実際あれを食べてみたいと思う。そう食べてみたいね。最後にすみません、ツアー自体なんかここ面白かったなっていう感想ありますか？いや、ここまで見せてもらえるのかってところがやっぱりすごい面白いし、こんだけ工程を見れて最後体験ができるので、なんかこうやっぱ欲しくなりますよね。はい、でこうなんか思いがやっぱり分かるので、こんだけ何かこうなんでしょうね、工業用刃物作ってるところが作った包丁っていう、なんかそこの凄さも分かりますし、なんかこう精密に一本一本大事に作られたものって買っちゃいましたね。なんかこうエンジニア職ってなかなかこうお客さんとダイレクトに関わる機会ってないんですけど、やっぱこういった機会ってまた特別に感じますか？お客さんと会ったりすると本当になんかまた気持ちが新たに頑張ろうってなるので、それが一番大きいですね。で、またこれもいいサービスしよう、いい開発しようって気になるので、やっぱり笑顔をもらえるとまた頑張ろうなので、本当になんかこうエネルギーをもらうために来てるみたいなところはありますね。はい。本当に今まで会ってこなかった人たちとこうやって出会うこともできて、本当に今まで物を作っても僕らはもう全く良かったなんてことは聞いたことがないんですけど、やはりこうやってお客さんから直接、良かったよって言ってもらえるっていうのはすごい嬉しいですね。今なかなか俺ら顔ちけ感じだと思いながらどういう距離感がいいの？あんまり離れすぎると良くないからと思いながら、だんだん俺ら付き合ってんのかなみたいなドキドキします。今年の9月で4年目になります。私仕事をしていく上で大事にしてるのって、やっぱり自分が楽しいかどうかってなんかやる気にすごいつながっていて、でそれを一番感じれるのが誰かが喜んでる姿っていうのを間近で見れる立場の仕事をしたいなって思ってたんですけど、その機会が今回のこういうツアーとかの、ツアーのガイドっていう役割でした。自分が明るい自分になれるかもなって、素直な自分を出せるようになれた、この立場を与えてくれた、本人には言わないですけど照れくさいから上司と私を、上司っていうと圭介さんと小池さんと、あとこんな私を採用してくれた会社には貢献したいなってぼんやり思ってるので、飾る必要がない人たちだなっていう印象があって、まっすぐになった自分を認めてくれるぐらい懐が広い人なんだろうな、人たちなんだろうなっていうのは割とちゃんと最近感じて、だから仕事をしてても苦じゃないんです。楽しいんですよね。リスペクトか、向こうが本気でこれをこうしていきたいんだとか、良くしていきたいんだとか言ってくれた圭介さん自体が、もう良くなるんだったらどんな意見でもウェルカムだからっていう姿勢でいてくれるから、本気の剛速球投げてって私も信頼したい、信用したいって思ってるので、その懐が本当に広くて深いなっていうのは一番私のリスペクトできるで、こう好きなことにすごく集中して、もう突き
進んでいく。でそれに私たちは待ってって追っかけてるみたいな置いていかないでよみたいな感じでついてってるような感じなんですけど、決して振り返らないってことをしないんですよ。ちゃんとついてきてくれてるかなって振り返ってくれるタイミングがあるんでいいんですよ。ガンガン一人で進んでいくタイプではないんで、やっぱりちゃんと相談とかこうやって会議とかっていうのもしてくれて、意見交流をしようとかっていう場を設けてくれてるので、もし自分が後輩とかが増えてっていう立場になった時に、そういう上司というか先輩になりたいなっていうのは思います。そういうところはなりたい姿の一個としてあります。圭介さん、はい、ありがとうございました。もう絶対見られたくないこれ5年目25年目っていうかですね、はい、自分が居心地がいい環境、本当に今自分がやりたいようにやらせてもらってるっていうふうには思ってますので、圭介さんは本当に新しいこととか本当にいろんなことをやるので、僕はそれを一緒に経験させてもらってるって感じなんですけど、本当に面白いのでやっぱ圭介さんっていう人と、一緒にやってきて、本当に一生懸命頑張る人で、この会社の中で一番頑張ってる人で、僕はじゃあそんな圭介さんを誰かが助けないといけないよねって思ってて、それが僕にとってはやりがいであったりだとか、そういう人たちのために僕もやっぱ頑張らなあかんなって思えるので、今僕が頑張れてるところ、長く続けられてるところかなとは思いますね。どうして助けようって思えたのかなっていう、助けないっていう選択肢ももしかしたらあったかもしれない。祖父から言われたことが一つあって、誰につくか、誰の下につくかっていうのは非常に重要だっていうのを言われてて、その人自身が、いかに頑張ってるか、いかに、会社のためにって思ってやってるかっていうのが自分の中ではやっぱり一番重要な部分だと思うんで、圭介さんが一番頑張ってて、その頑張ってる人のために自分が頑張るっていうことが、一番しっくりきたというか、一緒に、どうなっていくかを楽しみたいなって思いますね。福田さん、すみません、ここ何のお部屋になるんですか？ここ大ホールと言いまして、ちょっと開けますけど、奇跡の展示になりますね。はい。これがですね、ダイヤモンド砥石と言いまして、はい、ここに、白い部分ですね。これがダイヤモンドの塗料が装着していますね。ホルダーがあるんですけど、これを包丁に取り付けて、そうすると角度が決まって、で簡単に誰もが解けるという、ダイヤモンド砥石なんです。はい。でこれがあると本当にベタッとつけるだけで誰もが解けるようになるので、はい、これが本当にグッドデザイン賞になりますね。2023年になります。見た目のデザインっていうだけじゃなくて、そのバックグラウンドとかそういうものも含めてデザインを本当に表彰するという賞になります。2023年の冬って全部同じ時に撮ったんですけど、これが、幕開けオブザイヤー2023のこれ大賞ですね。本当に3000プロジェクトぐらいあったと思うんですけど、年間でその中の頂点に本当に輝いていくことができまして、本当に皆さんに応援していただきました。日経クロストレンドっていう雑誌が出してますマーケットオブザイヤー2023という地方編というもので大賞をいただきました。これも最近なんですけど、パッケージですね。これジャパンパッケージデザインアワードっていう賞があるんですけど、これ結構権威のある賞です。これの銅賞を取りました。この奇跡の商品っていうところで、そもそもどういった過程を経て奇跡っていう包丁が生まれたのかな。一般消費者にどうしても開発したくなんてムズムズしちゃって、それはなんでかっていうと、本当に一般のその会社に開発したものってそこで評価されるかもしれませんけど、やっぱり世の中に評価されてる感じはしなくて、より本当にたくさんの人、本当に大きなことを言うと世界の人が知ってもらえるような、そういう開発をやっぱりエンジニアとしてはやってみたいなっていうふうに思いましたね。我々は頑張って開発したものが世の中に役に立ってるなっ
って時間が欲しくなって、そうするとやっぱりこうオンラインとかもしくはこう実店舗で我々の製品がこう置かれたりするっていうのをなんかこう夢見ちゃったっていうかなんかもう本当に楽しそうだなっていうふうに思って、やっぱ面白いなと思う方に行っちゃうのが私なので、エンジニア2人に相談したんですね。で何やりたいって聞いたら2人とも私と一致して、やっぱりそもそも誰もやったことがないこと、エンジニアとして誰もやったことないことをやってみたいなっていうふうに言ってくれたので、超硬合金っていう材質を使った包丁っていうのは世の中にないので、これをぜひやろうということが決定しましたね。最初も機械も何もないので、超硬合金って基本的には手加工で加工できるようなもんじゃないんですよね。でも一旦その高い機械が買えないので手でやってたんですよね。である日突然最高の包丁ができたんですよね。よしこれなんかいけるぞって思ったんですけど、手で加工してたのでもう一回再現しようとして何回やってもうまくいかなくて、テストの加工としてはですね100回以上テストを繰り返したので、またその再現できなくて悩んで機械でやり始めて、でだんだん近づいてて、である日また素晴らしい包丁ができたんで、それで機械で加工してるんで、なんでこれがうまくいったのかっていうのが分かって、その時にもうよっしゃーみたいな感じでみんなで分かった瞬間がありました。日本で初めてのっていうこの超硬合金の包丁なんで、奇跡は何かを参考にするっていうのがそもそもできないんですね。前人未到っていうのは非常に我々にとっては、エンジニアにとっては誇りなので、暗中模索の中でやっぱりこううまくいかなかった時にふっと光が出た時がやっぱりすごくこう嬉しい瞬間なんで、本当に仲間の努力がこう実を結んだっていうことで私としては嬉しかったですね。はい、みんなこう共通するところがすごいやっぱ行動力っていうか、僕が行動力があるではなくて、仲間がこう多分一緒にやってくれるっていうのは分かってるから、なんでこういろんな行動ができるかなっていうふうに思いますね。自分一人での結構こう何か成し遂げて満足よりも、間違いなくこう仲間とか社員と一緒にやった方が達成感も全然違うですし、いろいろあったよねっていう共感も一人だと得られないんで、自分が楽しくてしょうがないって、よく仕事は本当楽しくてしょうがないっていつも言ってるんですけど、その理由は本当に仲間のおかげだって思ってますね。自分のアイデアなんて本当にちっぽけで、一つのアイデアしかとか二つのアイデアとかそういう固まっちゃうんですけど、結構多様な意見を言うとなんかヒントが隠されてるっていう経験もやっぱりたくさんしてきたので、若い人たちがなんかこう突き抜けたようなアイデアを言ってくれる時もあるので、年齢は関係ないですね。例えば高野っていうそのガイドがいますけど、最初は私がこういう感じでこういうルートでこういうふうにやるって言ってたんですけど、彼女自身は自分でこういろいろ考えながら、アイデアをどんどん入れていったりしてたんで、この間久々に見たんですけど、むちゃくちゃ成長してたんで、自分にはない発想でお客さんを喜ばせてるなっていうのは思ったんで、本当リスペクトですね。本当にすごいなって思いますね。奇跡ツアーっていうのは本当子供から本当にご年配の方までいろんな人が、しかも全国から本当に東北の方から本当に九州までたくさん来るんですよね。でこの奇跡のためにツアーのために来てくれるだけでもちょっと感動したんですね。エンジニアって私もそうなんですけど、こうやって喋ってますけど超人見知りなんですよ。こう見えて初めてお会いした方とこう奇跡について聞かれたり、いろんなアドバイスをもらったりすると結構勇気づけられたりするんで、奇跡ツアーを本当にやってよかったなと思ってますし、作ってよかったなと思ってます。本当に楽しいですね。やっぱり仕事が楽しくてしょうがないのはもう何倍も言っちゃいますけど、仲間のおかげです。本当にありがとうですね。僕結構暴走するので、いろんなことを急にやりだすっていうんですか、自分がその部下の立場とか一緒にやる仲間だったらどこまでできるかなってわからないんですけど、彼らは本当に一緒にやってくれるんで、ついてくるとまた違いますね。なんか私リーダーっていうよりもなんか一緒の仲間としてやってるって感覚が強いので、本当感謝っていうか、もうありがとうです。ありがとう我々のチーム以外に外にもいろんな人とお知り合いになって、いろいろ協力してもらって、いろんな人と出会った中でも一番なんか大きかったのはこの花さんとの出会いですね。おかみさんと、特にその料理長のちかさん、このお二人と出会っていいなってずっと思ってて、美味しいしなんか雰囲気いいし、お願いしてテストマーケティングに引き受けてくれるかなって思ってたんですけど、すごく快く引き受けてくれて、本当に家族じゃないっていうぐらい仲良くなって、
いろんなイベント、奇跡の会とか、それから普段でもですね、いろんな協力してくれて、もう開発も今すごく協力してもらってるので、花さんとの出会いは間違いなく奇跡にとって大きくて、正直言って花さんいなかったら奇跡もうまくいってないっていう感じもしてますね。コンセプトでこの包丁は美味しくて豊かな人生の入り口ですっていうのをつけたんですけど、僕らがそうなっちゃってるんだなっていう、会う人とこういい出会いがあって、で豊かななんか本当人生を歩まさせてもらってるなっていう思ってますね。実はもう坂田さんももうすでにそうなんですけど、今日この出会いもすごいなって思ってますね。僕もすごいそれは感じてます。はい。ありがとうございます。お互いこれからも頑張りましょう。頑張っていきましょう。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。